はい、皆さんこんにちは。アイロニーの谷口です。アイロニーは芦屋、青山、パリで、店を運営している花屋になります。この YouTube のチャンネルから、たくさん、アイロニーの情報、花の情報とか花屋の仕事のこと、パリのことなんかいろんなことをお伝えしていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録、いいねとかコメントお願いします。で、今日はですね、僕よく、パリで大きなブーケを束ねているところをインスタグラムでライブをしたりしてるんですけども、そのインスタグラムにね、小さいブーケ、小ぶりなブーケを束ねるところも見てみたいですっていうリクエストがよくあります。今日は、少し小さいブーケ、今日本の青山のお店でいるんですけども、日本で、よくギフトで注文いただく、タイプのブーケを束ねていきたいと思います。はい、まずね、ブーケ束ねるときはネトワイエといってね、下場の掃除整理をしていきます。ネトワイエっていうのはね、フランス語で、掃除のこと、今日使う素材は、バラ、カーネーション、カラー、リシアンサス、これはコロニラバリエガータ、ミント、フリチラリア、メレアグリスアルバです。はい、これ見てもらうと分かると思うんですけども、3本とか2本とか少しの素材をいくつも入れています。これはすごく日本的な組み合わせだなと。日本のマーケットだと、こういう組み合わせのものが多いです。で、パリだとね、花をもう少し流通の問題で、安く、なってます。生産とか流通の問題でね。なのでフロリストたち、花屋に行くとフロリストは、1種類の花をね、だいたい束売りしているところが多いんです。で、ブーケを束ねようとすると、たくさんの花を使って、大きなブーケを束ねるようになるんですけども、日本は少し花が高いので、バラ売り、花屋は1本ずつバラ売りをしています。なので、組み合わせはもう本当に自由ですよね。いろんな花を1本ずつ使ってる。なのでアイロニーではね、小さいブーケ束ねる時も少しずつの花で数種類の花を組み合わせて束ねることが多いです。それぞれの花をね、引き立たせ合うような素材を選んで、少しね複雑な組み合わせをすることで、小さいブーケでも表情豊かに作っていくっていうことを、することがあります。で、重要なポイントとして、こういう刃物のネトワイエする分量みたいなものもすごく大事になってきます。切り分けをうまくして、葉っぱを有効に使うっていうようなことも必要になってきます。時にはね、こういうふうに、2つに切り分けて、下の方の葉っぱなんかも使うことももちろんあります。はい、じゃあ早速束ねていきましょう。何から手に取ってもらってもいいんですけども、ブーケ束ねるときはね、こういうふうにスパイラルメソッドといって、茎を花を重ねていくこの向きっていうのを、螺旋状に組んでいくのが基本になっています。で、アイロニーの、スパイラルは少し、低い位置を持って足があんまり広がらないように持ちます。ブーケが花瓶の底から自然に伸びてくるような感じが綺麗だと思うので、なるべく自然な形になるようにそういう風な束ね方をしていきます。グリーンを有効に使って高く出すものがあったり、少し低く下げるものがあったり、あんまりねぎゅーっとまとまってしまわないように、ふんわり束ねることが多いかな、こういう小ぶりなブーケは。
小さいブーケ束ねるところ見たいっていうリクエストをくれる人たちはおそらくフロリストかな、花屋さんかなと思うんですけども、気になるのは、組み合わせのこととか、束ね方、コストのこととかね、いろんなことが、ご自身の仕事で、参考にしたいのかなっていうふうに思います。一つポイントを挙げるとすれば、飾りになる要素。今日だとね、このベースを作る役割としてね、この形、ブーケの形を作っていく素材っていうのは、バラ、カラー、カーネーション、リシアンサスみたいな花は、面を取っていくような花になります。で、そこにね、コロニラ、こういうつるのものと、少し動きのある、フリチラリアみたいな飾りの要素が1種類だとねちょっと少ないかもしれない、これがね 2,3 種類入ることで、複雑な表情っていうのがブーケの中に取り入れられると思うので、ぜひ、それを意識して入れるようにしてみてください。で、あとは、このミントが今日入ってますね。ミントはねデザイン的にはこれが入ったからといってブーケの表情が大きく変わるっていうような素材ではないんですけども、今インスタグラムなんかでねたくさん花の写真っていうのは見ることができるようになっています。なので、実際手に取って分かる魅力である香りの要素っていうのを、入れるようにしてもらうと、さらに、お客さん花を手に取った人は、感動が生まれるんじゃないかなと思うのでね、本当に少しだけですけども、ミントみたいな香りの花を入れることが多いです。はい、見えますかね。こんな感じのブーケ、小さいこれはブーケローンというね丸い形のブーケになります。はい、今日はラッピングまで、ラッピングもよくリクエストがあるのでね、ラッピングまで見てもらいましょう。はい、結束し終わった状態。はい、じゃあラッピングを見てもらいましょうか。はい、アイロニーはね、ラッピングするときに、このステムティッシュといって、ちょっと破れにくいね、水分含みやすい、ティッシュを使います。これは、花瓶に浸かるタイミングまでのことを考えてね、時間長ければ、ちょっとたくさんお水を入れておく必要があるので、それを。あとこのブーケのこの切り口ですけども、特に水下がりの心配があるものとかで、僕らこれを発送したりして翌日に到着するっていうこともあるので、そういう場合は足元を鋭角に切ったり割りを入れたりとかってね、個別にするものなんかも出てきます。はい、で足元、ステムティッシュをつけたらこれ水をつけるんですけども、水がこぼれないようにビニール袋を使うところが多いと思うんですけども、アイロニーではビニール袋を使わずに、セロハン、梱包で使う時のセロハンをね、なるべく僕らはね資材を増やさずにスペースを確保したいので、同じ素材で、色が足りるものがあればそれを使うようにということでね、ビニール袋は使わないようにしています。はい、で、
この部分袋状にして水が漏れないようにして、テープで留めるんですけども、このテープ最後ちょっと折り返しておくとね、お客さんが外しやすくなると思います。ここに入れるお水の量は、お渡しして、お客さんが花瓶に入れるまでの時間を考えて、少しでいい場合もあるし、発送するとかってなると水をたっぷりしておく必要もあります。はい、これで足元のステムの処理は、その次ペーパーをで包んでいきましょう。まずはこれは薄用紙、薄紙とか薄用紙って言います。あとこれワックスペーパー、柔らかい素材と、少し硬い素材を2種類使ってます。ブーケの大きさとかね、によっていろいろ束ね方、包み方も変わってくるんですけども、今日はベーシックな感じで、まずこういう風に薄用紙で包みます。テーブルのねこの角を利用して、横にしちゃうとね水がこぼれてしまうので、斜めにしながら、これを包みます。ブーケの高さとねだいたい同じぐらいにしています。でこれは、お客さんがこれ持ち帰りで、お渡しするときは少し高めにして風に当たらないように保護になるように、発送するときなんかは、浅めにして、箱の状態でも花がきれいに見えるようなね、お客さんが手に取ったときにはきれいになるような感じにねしています。はい、でその次、ワックスペーパーで、この周りをさらに包みます。薄紙よりもちょっと高くなるようにはい、こういう感じですね。で、リボンもこういう細いものを使ってます。アイロニーをねラッピングすごくシンプルにしています。あまりこう凝ったラッピングじゃなくてね、なるべく、花を、たくさん使ったりね、花を作るひと手間を、入れていきたいので、ラッピングはそんなに凝らずにしています。はい、こういう状態で、はい、で、最後に、アイロニーのこのタグですね、ショップカードになってるタグを、ホチキスでね固定します。これアイビーなんかの小さい葉っぱを取っておいて、この位置もブーケに合わせて、いろんなところに、つけることがあります。はい、こういう状態。外側にこうつけることもあれば、ブーケをこう上から覗くようなね感じの場合は、この部分につけることもあります。はい、こんな感じになりました。すごくシンプルでしょ。役に立ちますかね。はい、では皆さんこれ、何か役に立ったことがあれば、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。いろいろリクエストあったらねどんどん言ってきてください。ありがとうございます。では。